んにちは、くまみです。今回は2泊3日で日光に行ってきました。1日目は東照宮をはじめとする日光の社寺、2日目は華厳の滝や中禅寺湖周辺、3日目は湯の湖や千丈ヶ原などを観光しました。さらに湯本温泉やグルメなど日光をたっぷり楽しんできたので、その時の様子をお届けします。今回の旅行は東武日光駅からスタートです。まずは駅前にある栄屋というお店で揚げ湯葉まんじゅうを食べたいと思います。揚げ湯葉まんじゅうは日光で定番の人気グルメで、北関東名物としてもたくさんのメディアに取り上げられています。こちらが揚げ湯葉まんじゅうです。日光名物である湯葉でおまんじゅうを包んだものを揚げて作られています。湯葉は豆乳を煮た時にできる薄い膜のことを言うんですけど、日光の湯葉は京都の湯葉と違って厚めで噛み応えがあるのが特徴です。外側はサックサクで少し塩味があり、おまんじゅうの生地はもちもちでした。外側の塩味とあんこの組み合わせがすごく良くて、毎日食べたいと思えるくらい美味しかったです。続いてバスに乗って日光の玄関口新京に行きたいと思います。5分くらいバスに乗って降りました。新京というのは神の橋と書くんですけど、この後紹介する二良山神社の建造物となっています。少し歩くと左手に赤い橋が見えてきました。こちらが新京です。日本らしい綺麗な橋ですね。橋の赤い色が緑の山の背景や川の景観に映えています。新京は300円払えば一般人でも渡れるんですが、景観の美しさから渡るよりも眺めて楽しむ人が多いです。新京の下を流れているのはダイヤ川という川で、ダイヤ川の水は華厳の滝から流れ、鬼怒川に合流します。そして新京はある伝説に基づいて建てられています。昔勝道上人という人が未開の地だった日光を開く際、ダイヤ川が激流で渡れなかったことがあったそうです。そこで勝道上人が祈りを捧げたところ、2匹の蛇が現れて橋になり、無事に渡れたという伝説です。この勝道上人は日光で重要な人物なので、これを機会にぜひ覚えていただければと思います。そして新京の近くには世界遺産である日光の社寺の入り口があります。日光の社寺とはこちらにある通り、東照宮、輪王寺、二良山神社を中心とした建造物と自然環境が一体となった景観のことを言います。東照宮、輪王寺、二良山神社はまとめて二社一寺とも言うんですが、実は江戸時代までは日光山という一つのまとまった存在として扱われていました。というのも、それまでは神仏集合といって、日本の宗教である神道と外国から来た仏教が融合していました。なので神社とお寺を同じ敷地内に建てるのが普通だったんですよね。でも明治時代になると神仏分離といって、神社とお寺は明確に分けるべきとされました。そこで無理やり二社一寺に分けられたわけなんです。そんな二社一寺へつながるこの階段は緑の木々に包まれていて、すごく神秘的です。この苔の生えた石たちがいい味出してますよね。石の階段を一つ登るたび、神聖な場所に引き込まれていくようです。石の階段を登り終えると大きな銅像が立っています。この人物は新京の伝説でも出てきた勝道上人です。勝道上人は奈良時代に日光を開いた修行僧です。今の栃木県出身で、数々の困難を乗り越え、日光を未開の地から一大聖地へ変えたのでした。ここではその偉大な功績を称えるために銅像が建てられています。そして銅像の奥には輪王寺の本堂である三仏堂があります。なんと木造建築としては東日本最大で、高さは33メートル、つまりビルの10階分くらいに相当します。実際に見るとかなり大きくて立派です。内部は撮影できないんですけど、三仏堂はその名の通り3体の大仏が祀られています。先ほど三仏堂は輪王寺の本堂と言いましたが、実は輪王寺という名前の建物は存在せず、
日光山にある仏教施設をまとめて輪王寺と呼びます。輪王寺に属する建物はあちこちに点在しているんですが、これも神社とお寺をごちゃ混ぜで建てた後に分離したからなんです。次はいよいよ東照宮を見たいと思います。こちらが東照宮へ続く表参道と呼ばれる道です。修学旅行で来た小学生が大行列を作っていますね。今から行く東照宮は江戸幕府を開いた徳川家康を神様として祀る神社です。2代将軍秀忠によって創建され、3代将軍家光によって大々的に建て替えられました。家康は自分の死後について日本の平和の守り神になるという遺言を残していて、日光東照宮は平和のシンボルとも言われています。日光を見ずに結構と言うなかれという言葉があるくらい、日光東照宮は美しく、江戸時代初期最高の建築工芸技術が集約されているそうです。そんな素晴らしいものをこれから見られるということで、今気持ちが高まっています。しばらく歩くと東照宮と書かれた石柱があります。なんとこちらの文字は新しい一万円札となった渋沢栄一が書いたものです。側面を見ると渋沢栄一と書いてあります。資本主義の父と呼ばれる渋沢栄一ですが、もともと徳川慶喜の家臣でもありました。東照宮で行われたお祭りの会長を務めたこともあり、東照宮にもゆかりがあったんです。さらに進むと一の鳥居という鳥居があります。こちらは江戸時代に建てられた石造りの鳥居としては日本最大です。辺額には東照大権現とあります。東照大権現とは家康が死後に贈られた神様としての名前です。東照大権現を祀る東照宮という名前の神社は全国に100社以上あるんですが、日光東照宮はその中でも総本社的な存在です。ここから東照宮が始まります。一の鳥居をくぐると左に五重塔があります。五重塔は内部を覗くことができるんですが、そのためには東照宮の拝観券ではなく五重塔の拝観券を買う必要があります。今回はせっかくなので五重塔も拝観したいと思います。今あるのは1818年に再建されたもので、高さは35メートルです。1階の屋根の下には十二支の彫刻があって、ネズミは北、馬は南といったように十二支で方角を表しています。しかも徳川家康は寅年、秀忠は卯年、家光は辰年ということで、正面に寅、卯龍の彫刻が並んでいるのも面白いです。さらに五重塔は耐震構造が優れていることで有名です。内部は吹き抜けになっていて、太い柱が上から吊り下げられているんですよね。こちらの赤い柵の向こうに見えるのが柱なんですけど、下は10センチくらい浮いています。そうすることで建物が揺れても重心が常に中心になるので、地震や風に強い構造になるんだそうです。これは江戸時代に発明された技術で、なんとスカイツリーも五重塔を参考にこの技術が応用されています。五重塔とスカイツリーは建てられた時代は全く異なりますが、そんな共通点があるなんて面白いですよね。そして東照宮の拝観券はここで購入するんですが、やっぱり人気なようで行列ができていました。拝観券を買ったところで、これから建造物を見ていきます。まずは東照宮最初の門、表門を通ります。表門は左右に2体1組の阿吽の仁王像が置いてあります。仁王像は高さ4メートルもあって結構迫力があります。仁王は仏教の守り神なんですが、神社である東照宮に置いてあるということで、神仏集合の名残を感じることができます。表門を抜けると右に創造の像で有名な三神庫が並んでいます。左から上神庫、中神庫、工事中の下神庫と並んでいて、これら3つの神庫を三神庫と言います。神庫とはお祭りや儀式で使う道具を保管する倉庫のことで、三神庫では1200人分の道具が保管されています。
そして上人庫の屋根の下の部分に創造の像という彫刻があります。この彫刻はパッと見普通の像に見えますが、よく見ると金色の牙があったり尻尾が3本あったりと、実際の像とは違う姿になっています。これは像の絵を描いた加納探幽という人が本物の像を見たことがなかったからです。東照宮が建てられた頃は日本に像がいなくて写真もない時代だったので、想像で描くしかなかったんですよね。なぜ見たこともない動物を描いたんだろうと疑問に思うところですが、倉庫を意味する漢字の像との語呂合わせだと考えられています。想像で描いた割には割と本物と近くて、加納探幽の想像力に感心しました。三人庫の向かいには見ざる、言わざる、聞かざるの三猿で有名な神厩舎があります。神厩舎は神様が乗る神聖な馬、神明を飼育するための建物で、8枚の猿の彫刻があります。なぜ馬を飼育する建物に猿の彫刻があるかというと、古代中国で生まれた陰陽五行説という考え方で、猿は馬を災いから守ると信じられていたからです。この8枚の彫刻は一つの物語になっていて、左から右へ猿が子供から大人に成長する過程が描かれています。赤子時代の1枚目では母猿が子猿の将来を見ていて、子猿は母猿の顔を覗き込んでいます。幼少期の2枚目は三猿と呼ばれる有名な彫刻ですが、子供の時は悪いことを見ない、言わない、聞かないという意味が込められています。青年期の3枚目では独り立ち直前でまだ座っていて、大人になった4ページ目では星雲の志を抱いています。5枚目では挫折して下を向く猿とそれを慰める猿がいますね。6枚目では恋に悩み、7枚目では結婚した2匹の猿が人生の荒波を乗り越えています。そして最後の8枚目で猿が妊娠し、また新たな猿の一生が始まることが表現されています。こうして見ると一枚一枚に意味が込められていて、本当によくできていますよね。単に猿が描かれているだけでなく、挫折や友情も含まれた現代人にも通ずる物語になっているのが面白いと思いました。次に東照宮を代表する建物である陽明門を見ていきます。陽明門は日本で最も美しい門と言われていて、一日中見ても飽きないことから日暮門とも呼ばれています。24万枚もの金箔が使われているそうで、太陽の光に当たると最高にきらびやかです。さらに門の表面は508体もの彫刻でびっしりと埋め尽くされています。霊獣と呼ばれる創造の動物や人物など、バリエーション豊かで細かい彫刻が見られます。扁額の下には竜の彫刻が2列に並んでいて迫力がありますよね。こちらよく見ると上と下で顔が違うんですよね。上は竜なんですけど、下はイキという豚のような鼻を持った霊獣になっています。こんなおびただしい数の彫刻があるだけでもすごいんですが、さらにすごいのがこれら一つ一つに意味が込められていることです。例えばこちらには体格のいい子供が弱い子供をいじめている場面が描かれています。止めようとしている子もいれば、知らないふりをしている子もいますね。他にも子供たちが鬼ごっこしている様子や雪だるまを作っている様子など、子供を描いた彫刻が20体もあります。ではなぜ子供の彫刻がこんなにたくさんあるんでしょうか。実はそれは家康の平和への願いが込められているからなんです。平和な世界でこそ子供たちはのびのびと暮らせますし、次の平和な世界を築くのも子供たちです。その意味で子供に正しい道を歩んで平和の礎になってほしいという願いが込められているわけなんですね。さらに陽明門で有名なのが魔除けの逆さ柱です。陽明門には柱が12本あって、すべて渦巻き模様が彫られているんですが、一つだけ逆向きになっています。それが門の裏側の右から2番目にあるこちらの柱です。パッと見分かりづらいですが、よく見ると模様が他の柱と逆向きになってるんです。これは建物は完成した瞬間から崩壊が始まるという考えに基づいています。
柱を逆さにすることでわざと未完成にして災いを避けているんです。職人たちの発想や細部へのこだわりがすごいですよね。しかも意識しなければ気づかないほど巧妙に作られているのもお見事です。ちなみに陽明門の左右にある回廊も彫刻が素晴らしかったです。陽明門を抜けると本社の正門である唐門があります。唐門は中国風の門という意味で、江戸時代は身分が高い人しか通れませんでした。今は通常営業時は閉ざされていますが、お正月など祭典がある時は開放されます。貝殻をすりつぶして作られた胡粉というもので塗られているので、門全体が白いのが特徴です。小規模ながらも細かい彫刻がたくさんあって豪華です。唐門の見どころは門の柱にある上り龍と下り龍という彫刻です。東南アジアから輸入した高級な木で作られているんですが、近くで見るとかなり怖い顔をしていますね。でも少し距離を置いてみると白い門に龍の彫刻が生えていてすごく美しいと思いました。そして唐門の奥には東照宮で最も重要な本社があります。本社は神様を祀る本殿と参拝を行う拝殿が石の間という部屋でつながっています。本殿は神の世界、拝殿は人の世界というイメージで、一般的には別の建物として建てられるんですが、ここでは一体となっているのが特徴です。内部は撮影禁止なので映せないんですけど、天井にはデザインが異なる100頭もの龍が描かれていて圧倒されました。さらに獏という象に似た霊獣の彫刻もあるんですけど、獏も平和の象徴として描かれています。というのも獏は鉄や銅を食べるんですが、戦争が始まると武器を作るために鉄や銅がなくなるので、獏は平和な時代にしか生きられないと言われてるんですよね。東照宮には霊獣が30種類もいるんですが、一見よくわからない動物が描かれているように見えます。でも実は一つ一つに意味があって、平和への強い願いが込められているわけなんです。続いて徳川家康のお墓がある奥社へ向かいます。奥社へはこちらの東回廊を通る必要があるんですが、その上には眠り猫という有名な彫刻があります。一見猫が寝ているだけの彫刻に見えますが、実はこちらにも深い意味が込められているんです。ここでポイントとなるのが眠り猫の真裏にある彫刻です。この彫刻ではスズメが遊んでいる様子が描かれていますが、スズメは猫が起きていれば食べられてしまいます。でも猫が眠っているからこそスズメが安心して遊べるわけなんです。これは弱肉強食の時代が終わり、平和な時代が訪れたことを示しています。一枚の彫刻だけじゃなくて、裏側の彫刻も踏まえて平和を表現しているのが面白いですよね。そして回廊を抜けると奥社への参道の入り口となる坂下門があります。江戸時代はこの向こう側は歴代将軍しか立ち入ることが許されていなかったんですが、1965年に一般公開されました。今からそんな神聖な場所に入っていきます。そしてこちらが参道です。高い木々に囲まれ、とても神秘的な雰囲気です。奥社は東照宮で一番標高が高いところにあるので、207段の階段を上る必要があります。この階段が結構きついと言われてるんですが、頑張って上ります。この長い階段も見どころの一つで、一段ごとに1枚の大きな石で作られています。日光は冬の寒さが厳しいので、地中の水分が凍って地面が持ち上がる現象が起こりやすいんですよね。なのでそれに耐えられるように大きくて重い石を使うことで階段が崩れにくいように作られています。さらに傾斜部分の柵も1枚の石で作られているそうです。これら一つ一つが1枚の石を削って丁寧に作られていると考えるとすごいですよね。しばらく登っていると奥社の鳥居が見えてきました。そしてようやく階段を登り終えて奥社にたどり着きました。奥社は家康が眠っているということで、東照宮の中でも最も神聖な場所です。まずこちらが拝殿で、歴代将軍が祈りを捧げるために使われていました。
そして拝殿の向こう側に宝塔という家康の遺骨が納められたお墓があります。宝塔は奥社の中でも特に高い場所にあって、周辺は厳かな雰囲気に包まれています。こちらが宝塔です。今あるのは1683年の大地震で破損した後、5代将軍綱吉が金銀銅の合金で作り変えたものです。ただ外側は作り変えられても、中に収められているものは1617年に建てられて以来一度も開けられたことがありません。宝塔は今まで見てきた建物のような豪華さはありませんが、だからこそ歴史的な重みが感じられ、家康の存在と真摯に向き合える気がします。207段の階段を上るのは楽ではありませんでしたが、ここまで登ってきてよかったです。ということで、石の階段を下って下に戻ります。東照宮では最後に亡き龍で有名な薬師堂という建物を見たいと思います。こちらの奥に見えるのが薬師堂で、陽明門の左側にあります。薬師堂は東照宮の敷地内にありながらも仏教施設となっていて、正確には輪王寺に属します。これも神仏集合の名残ですね。薬師堂の中は撮影禁止なので映せないんですが、天井には大きな龍の絵が描かれています。そして中に入るとお坊さんが亡き龍について説明してくれます。亡き龍とは、天井の龍の絵の顔の下で木を叩き音を鳴らすと、まるでその龍が鳴いているかのような音が響き渡る現象のことです。ここですごい不思議なのが、龍の鳴き声がするのは顔の真下で木を叩いた時だけで、他の場所で木を叩いても聞こえないんですよね。その理由は、龍の顔の部分がへこんでいて、そのへこみと床の間で音が反響するからだそうです。しかも面白いのが、この現象は1905年頃に偶然発見されたそうなんです。当時薬師堂を掃除していた人が、天井に住み着いた鳩を追い出すために手を叩いたことで発見したそうです。ということで、これで東照宮の主要な見どころは見終わりました。こんな芸術的な建物を江戸時代の人たちが作ったと考えるとすごいですよね。そこで最後に、これだけのものを作るのにどれだけの人が関わり、どれだけ時間がかかったんだろうと思って調べてみました。実は東照宮はもともと質素な作りだったんですけど、家康を熱狂的に敬愛する家光が寛永の大増隊という大規模な改修をしたことで、今のような豪華な形になりました。なので現存する建物のほとんどは寛永の大増隊で建てられています。ちなみに平成の大修理というのもあって、老朽化した本社と陽明門の修理が2013年から行われたんですけど、それには6年もかかっています。では今ある建物のほとんどを作り上げた寛永の大増隊はどれだけかかったのかというと、なんとたったの1年5ヶ月だそうです。そんな短いのと拍子抜けするほど短期間ですが、大改修に関わった人数はなんと454万人だそうです。すごい大人数ですよね。インターネットがない時代、そんなに多くの人を集めて統率したのもすごいですし、鉄道や車や機械がない時代に材料を運んで組み立てるのも相当大変だったと思います。そんな中でたった1年5ヶ月で東照宮を作り上げたのはとんでもなくすごいことだと思います。そう考えると、家光の家康に対する思いの壮大さを実感しますよね。職人たちの技術や精神力も凄まじいと思いました。東照宮を見た後は少し歩いて、日光でトップレベルで有名なレストランに行きたいと思います。緑あふれる細い道を抜けていきます。まるで別世界に入っていくようです。そして奥に見える素敵な外観の建物が今回行くレストランです。こちらは明治の館という西洋料理が食べられるお店です。明治の館は人気なので今満室なんですけど、そんな時は整理券を発行します。するとスマホで順番を確認できるようになっているので、行列に並ぶ必要がありません。素晴らしいシステムですね。そもそも明治の館がなぜそんなに人気かというと、明治時代の趣がある石造りの洋館の中で熟練シェフが作る極上の洋食を味わえるからです。
もともとこの洋館は F.W. ホーンというアメリカ人の別荘として明治時代後期に建てられました。壁面すべてが日光で採れた石で作られています。形や大きさが不揃いの石を積み上げているので、高度な技術と膨大な時間をかけて作られた貴重な遺産です。今回はそんな素敵な建物の中で食事できるということでめちゃくちゃ楽しみです。そして自分の順番が来たので2階の席に案内していただきました。席の前には大きな窓があり、内装も上品で優雅でとても素敵ですね。メニューはこんな感じで洋風の定番料理が豊富にあります。今回は一番人気のメニューオムレツライスとニルバーナというチーズケーキを注文しました。ワクワクしながらしばらく待ちます。そしてオムレツライスが届きました。ケチャップライスにふんわりとした卵と手間暇かけて作られたというデミグラスソースがかかっています。すごく美味しそうですね。スプーンを入れると卵の中がトロトロで大きなエビも入っています。それではいただきます。このオムレツライスめちゃくちゃ美味しくて、今までのオムライスで味わったことがないような濃厚さがあります。デミグラスソースはコクがあって程よい甘みがありながらもしつこくないのがいいです。中に入っているエビも想像以上にプリップリで食べ応えがあります。私は家庭で食べるような普通のオムライスも好きなんですけど、ここのオムライスは高級な大人のオムライスという感じですね。さすが熟練シェフがこだわって作っただけあって、ここでしか味わえないような上品な味が詰まっています。次にニルバーナというチーズケーキをいただきます。ニルバーナはデンマーク産の最高級のクリームチーズで作られていて、小麦粉を一切使わずに手間暇かけて作られているそうです。ちなみにニルバーナとは仏教用語で悟りの境地という意味で、ここでは最も優れたものという意味で名付けられたそうです。生地がしっとりしていて滑らかで、チーズの濃厚な味が口いっぱいに広がります。しかもただ濃厚なだけじゃなくて、上にはレモン風味のサワークリームが乗ってるんですけど、これもまたいいんですよね。濃厚なチーズケーキの生地とサワークリームの爽やかな酸味のバランスが素晴らしいです。本当にここにしかないやつで感動しました。ごちそうさまでした。次に日光の社寺の一つである二良山神社に歩いていきます。二良山神社は東照宮と比べると小規模ですが、日光の歴史を語る上では外せない面白いストーリーが詰まっています。二良山神社に着きました。日本では昔から山に神様がいると信じられていて、二良山神社では男体山、女峰山、太郎山の神様が祀られています。面白いことにそれらの山は家族だと考えられていて、男体山は父、女峰山は母、太郎山は子供だとされています。ちなみに二良山とは男体山の別名です。日光には二良山神社が3つあって、ここが本社なんですが、他には男体山の登山口にある中宮寺と男体山の山頂にある奥宮があります。こちらに見えるのが拝殿で、奥に本殿があります。今あるのは徳川幕府の2代将軍徳川秀忠によって建てられたものです。拝殿の前にはいい縁をもたらすとされる黄金のうさぎがいます。可愛らしいですね。拝殿の向かいには神社で祀られている神様にちなんで夫婦杉と呼ばれる木があります。まっすぐで立派な木ですね。この2本の木も信仰の対象になっていて参拝できるようになっています。さらにその横には親子杉もありました。3本の木の根っこが1つになっているのが面白いですね。二良山神社ではこのような古くて大きい木がたくさんあるのが特徴です。次にここで拝観券を買って奥も見てみましょう。歴史的建造物の周りに太く高い木々が立っているのが何とも神秘的です。こちらには有名な化け灯籠があります。なぜ化け灯籠と呼ばれているかというと、昔夜に火を灯すとその灯籠の明かりが化け物のように見えたからだそうです。それで当時見回りをしていた侍が怪しんで刀を切りつけると、その怪しい姿はなくなったそうです。
そのようにして何度も刀で切りつけられたことから、灯籠には小さな傷が70箇所以上も残っています。当時は電気もなく、夜の神社は真っ暗だったと思うので、かなり不気味だったと思います。ちなみにその化け物の正体は定かではないんですが、灯籠の油を舐めに来たモモンガかムササビなんじゃないかという説があるみたいです。さらに奥に進むと二良霊泉があります。二良霊泉の水は若返りの水と言われていて、2つの場所から湧き出た清らかな水が引き込まれています。一つは本殿の後ろにある山から湧き出る水で眼病に効くとされています。もう一つはここから1キロ離れた滝尾神社のほとりから流れる水です。その水で日本酒を作ると非常に味が良くなるそうです。ちなみに二良霊泉の水はここで無料で飲むことができます。自然に湧き出る水をそのまま飲む機会ってなかなかないので飲んでみます。癖が全くなく口当たりが滑らかで冷たくて美味しかったです。水を飲んだところでさらに奥に進むと妖拝所というところがあります。妖拝所とは神様を遠くから拝むために作られた場所のことです。ここでは日光連山と呼ばれる日光の山々が岩で表現されています。ここで拝むことで遠く離れた山の神様を拝めるというわけです。日光の山はどれも大きいので、まとめて拝める場所があるのはいいですね。男体山の山頂にある奥宮では 3.5 メートルの鉄剣が立っているんですが、ここではそれにちなんで奥宮の4分の3の長さの剣が立っています。こちらは邪悪なものを切り払い、いい縁をもたらすシンボルとして建てられているみたいです。今日は最後に二良山神社の隣にある太夫院を見たいと思います。太夫院は江戸幕府の三代将軍徳川家光の墓所で輪王寺に属します。徳川家光といえば参勤交代や鎖国といった数々の政策を打ち出したことで有名です。太夫院という名前にはそんな家光に対して大きな政治をなさった方という意味が込められています。家光は祖父である家康を心から尊敬していて、死んだ後も家康にお仕えするという遺言を残し、48歳で亡くなりました。さらに自分の墓所は家康の墓所をしのいではならないと言い残したことから、太夫院は東照宮よりも小規模で華やかさを抑えて作られています。太夫院に入って最初に見えるのがこちらの仁王門です。東照宮の表門と同じく2体1組の阿吽の仁王像が力強く立っています。仁王像の口の形が「あ」と「ん」になっているのは物事すべてに始まりと終わりがあることを表しています。仁王門を抜けると石畳があるんですが、この石は雨に濡れると赤や青に変わる特別な石だそうです。石畳を歩くと左側に二天門があります。こちらは日光にある数ある門の中で一番大きい門です。仏教の4人の守護神である四天王のうち2人を祀っていることから二天門と呼ばれています。迫力のある顔つきで豪華な服装をしていますね。こちらでは天の尺という小さい鬼が踏みつけられています。さらに裏側には風神と雷神もいます。今にも動き出しそうなくらい躍動感がありますよね。門の表も裏も豪華メンバーに守られています。そして二天門を抜けると石段があります。日光ではこのような緑に囲まれた石段が多いですね。東照宮では石段は207段ありましたが、太夫院の場合はそこまでハードではなさそうです。石段の途中には広場があるんですけど、こちらは展望所といって下の景色を見下ろせるようになっています。下には石の灯籠が並んでいるのが見えますね。もともと広い領地を持たない大名は二天門から先に進むことを許されていなかったそうなんですが、これらの灯籠はその大名たちから献上されたものだそうです。ここからの眺めはまるで天界から人間の住む世界を見下ろしているかのようです。そしてさらに石段を登っていきます。石段を登り終えると左側に太鼓が入った鼓楼、右側に鐘が入った鐘楼があります。
さらに正面には3つ目の門、夜叉門があります。夜叉門は太陽院の中でも人気の門で、表と裏に4体の夜叉が祀られています。夜叉はもともとインドの神話で人を食べる鬼だったんですが、今では仏教の教えを守る神様とされています。最初はただの怖い鬼にしか見えませんでしたが、よく見るとそれぞれ個性があって面白いんですよね。中でもこの青い夜叉は全国でも珍しいそうです。膝には象の顔の膝当てがついています。実はこの象の膝当てが膝小僧という言葉の由来になったと言われています。面白いですよね。さらに赤い夜叉の膝にはナマズがいます。こんな怖い顔をしていながらも奇抜なファッションをしているというギャップが面白いなと思いました。夜叉門をくぐると拝殿と本殿につながる唐門があります。唐門は太陽院の他の門と比べると小さく、雰囲気も全然違いますよね。東照宮にも唐門がありましたが、東照宮は白が基調なのに対し、太陽院では黒が基調になっています。なので東照宮はきらびやかな美しさがあって、太陽院では厳かな美しさを感じます。家光は東照宮を模倣するのをはばかったので、あえて東照宮と違う趣で作られたそうです。こちらには鶴と龍の彫刻があって、それ以外にも細やかな細工がたくさん見られます。東照宮をしのぐほどではなくても、しっかりと豪華に作られていますね。唐門の奥にある本殿と拝殿は撮影禁止だったんですが、金箔がふんだんに使われていてすごく豪華でした。さらに本殿の右には光華門という家康のお墓に通ずる門があります。そこは撮影していいかわからなかったので撮らなかったんですけど、竜宮城の門のような作りになっています。家光のお墓は家康と違って一般公開されていないので、太陽院の観光はこれで終わりにしたいと思います。ということで、今からバスに乗ってホテルに向かいます。バスに乗っている間にあっという間に日が暮れてしまいました。今ホテルの最寄りのバス停で降りて歩いています。今歩いている場所はカメラに映っている以上に暗くて、足元をライトで照らしながら歩いています。この奥に光っている建物が今回泊まるホテルです。本当にちょっと怖いなって思うくらい暗いんですけど、暗闇の奥に見えるホテルの光が暖かくて安心しました。今回泊まるのはこちら、ガストホフアミです。ヨーロッパの田舎にありそうな素朴な外観が素敵ですね。客室はこんな感じです。めちゃくちゃ可愛らしい洋風のお部屋です。で、このお部屋すごいのが2部屋あるんですよね。こっちがリビングになってて、で、こっちが寝室です。で、寝室の奥に入ると、こちらにアメニティなどがあって、そうですね、寝室の奥にトイレや水道やシャワーがあります。で、これは何だろう。あ、こっちもトイレとお風呂があります。こっちは湯船がある感じですね。すごい。部屋が2部屋あるだけじゃなくて、トイレもシャワーも2つあるっていう。そしてこちらはクローゼットになっていますね。リビングにはテレビや冷蔵庫もあって、すごく設備が充実していて、本当にここに住めそうな感じがします。こういう間取りの宿に泊まるの初めてなので、すごいワクワクします。ちなみに今回夕食をつけたんですけど、夕食がコース料理となっている上に貸し切り露天風呂もついています。めちゃくちゃ贅沢ですよね。しかも宿泊料金はなんとたったの1300円でした。こんな素敵なお部屋にコース料理と貸し切り露天風呂もついて1300円なのはかなりお得ですよね。
そして夕食の時間になりました。夕食会場はレトロで落ち着いた雰囲気です。シャンデリアやアンティークの家具が揃っていて、イギリスの気品が感じられます。ここでは洋食のフルコースが食べられるということで、こちらの料理から始まります。こちらが湯葉、サラダ、オードブルだそうです。すごい豪華ですね。こちらに出てきた料理、一品一品が上品で優しい味がします。味付けがいい意味であっさりしていて、素材そのものの美味しさがちゃんと感じられました。続いてオニオングラタンスープをいただきます。すごいパンが下に染みてます。すごい美味しそう。心も体も温まる優しい味がします。次に出てきたのはシタビラメという魚の料理です。魚が香ばしく、めちゃくちゃ柔らかくてほのかな甘みが感じられました。バターが香るソースも魚とよく合っていて、上品で奥深い味がします。さらに次はヒレ肉のステーキが出てきました。お肉がすごい柔らかくて、バター風味のソースとよく合っています。このお肉、噛むたびに口の中に旨味が広がって、ソースも深いコクがあり、とても美味しかったです。魚料理と肉料理、両方食べられるのも贅沢ですよね。そして最後にデザートです。バニラアイスクリームと梨、2つの小さなケーキが乗っています。梨がみずみずしくてとても美味しいです。バニラアイス、すごい濃厚な味がします。全部食べきりました。どれもすごく素朴で優しい味で心が温まりました。本当に素晴らしい料理でした。ごちそうさまです。ご飯を食べた後は別館の貸し切り露天風呂に向かいました。露天風呂はこんな感じです。こちらは超軟水風呂といって、このお風呂に入るとお肌がツルツルになるそうです。最近結構寒くなってきて、お肌の乾燥が気になる季節になりましたよね。こちらのお風呂に入ると確かにお肌がツルツルになった気がしました。さて、2日目の今日はバスに乗って奥日光に行きたいと思います。奥日光とは、いろは坂を越えたあたり、つまり中禅寺湖周辺から戦場ヶ原、湯本温泉までを含むエリアを指します。今日はまずいろは坂の途中にある明智平ロープウェイに行ってから、華厳の滝など中禅寺湖周辺を観光したいと思います。いろは坂は坂道の道路なんですけど、下り専用の第一いろは坂と上り専用の第二いろは坂があります。今から通るのは第二いろは坂です。いろは坂は急カーブがたくさんあることで有名です。第1と第2合わせて48箇所もカーブがあることから、いろは歌の文字数にちなんでいろは坂と呼ばれています。第2いろは坂は通常20分で走行できますが、紅葉シーズンは大渋滞するらしく、混雑時は数時間もかかることがあるそうです。なので今日は渋滞に巻き込まれないように7時頃のバスに乗りました。そしてここからいろは坂に入っていきます。こちらが一つ目のカーブです。かなり見づらいですが、いろは歌の最初の文字であるいと書かれた看板があります。このように第二いろは坂の入り口から第一いろは坂の出口にかけて、カーブごとにいろは歌の文字の看板があります。そして今まさに急カーブを走行しています。すごい急カーブですね。バスの中でもカーブが続きますのでご注意くださいとあります。ただ最初のうちはまだカーブが少なくて、もうしばらく先でカーブが連続で続きます。はい、ここから怒涛の連続カーブが始まります。いろは坂は標高差が440メートルもあるんですけど、この連続カーブでどんどん標高が上がっていきます。
下を見るとカーブを上がる前と後では全然高さが違うのがわかります。そして急カーブはまだまだ続きます。いろは坂の開始地点は標高840メートルでしたが、もう1100メートルのところまで来ました。ここでカーブ11個目です。カーブを曲がるたび、ジェットコースターに乗っているようなワクワク感があります。景色もだいぶ変わってきて、高いところまでやってきた感じがします。山の景色が綺麗ですね。ここは17個目のカーブです。第二いろは坂はカーブが20個あるので、連続カーブも終盤に来ました。いろは坂では標高が高くなるにつれ、紅葉の色も深みを増していきます。なので紅葉の色の変化を楽しめるのもいろは坂の魅力の一つです。今回はいろは坂の途中にある明智平というところで一旦降ります。明智平ではロープウェイに乗って展望台まで行くと、日光を代表する絶景を見ることができます。今から行く展望台は個人的に今回の旅行で一番楽しみにしているものの一つです。ということでバスから降りました。7時台に乗ったおかげで渋滞に巻き込まれることなくスムーズに移動できました。今朝の7時50分で、今日はロープウェイが8時から運行するんですが、すでに結構人がいます。チケットを買うための列とチケットを買って乗る人を待つ列ができています。営業開始前にもかかわらずすごい人気ですね。というわけで私も列に並んでいるんですが、ここからは男体山がすごく綺麗に見えます。展望台に登る前からすでに絶景です。ここからはまるでナイフでえぐったような見た目の谷がたくさんあるのが見えます。これらの谷はナギといって、これまで大雨などで深くえぐられ、多くの土砂災害を引き起こしてきました。でも今では工事が行われて、災害はほとんどなくなったそうです。さらに男体山のふもとには下り専用の第一いろは坂も見えます。蛇のようにくねくねしていますね。そしてしばらくするとロープウェイが動き出しました。まだ試運転だと思いますが、この雄大な景色の中を登っていく姿、美しいですよね。男体山を背景にゆっくりと進んでいきます。並び始めてから40分くらい経ち、8時半頃になるとようやくロープウェイに乗れました。乗り場から展望台まで3分かけて移動します。これは素晴らしい景色ですね。紅葉で彩られた山々が眼下に絨毯のように広がっています。人工物がほとんど見えず、雄大な自然にただ圧倒されます。秋ならではの美しさも感じられる贅沢な時間です。壁のように切り立った独特な岩もあって、自然の壮大さが感じられます。そして景色に見とれているとあっという間に到着しました。標高は1373メートルです。一体どんな景色が待ってるんでしょう。こちらが展望台からの景色です。これはもう大自然が詰まった奇跡の景観だと思いました。この展望台の何がすごいって、山、湖、滝といった日光を代表する大自然を同時に見られるんです。まずは右にはロープウェイに乗る前からも見えていた男体山が見えます。男体山といえば昔から神様がいると信じられ、二良山神社でも祀られていた非常に重要な山です。実は男体山は2万年前に噴火したんですが、その噴火によってできたのが奥に見える大きな湖、中禅寺湖です。さらに中禅寺湖の水がたまり、崖から勢いよく流れてできたのが手前に見える華厳の滝です。そして華厳の滝を流れた水はダイヤ川として流れ、昨日見た新京を通り鬼怒川に合流します。このように今見えている景色は男体山の噴火を起点に形成されています。山、湖、滝、川と全てつながっているのが面白いですよね。しかもこれらの大自然を同時に見られるってすごくないですか？本当に日光ならではの素晴らしい景色で感動です。この展望台結構広くて反対側も見られるので行ってみましょう。
おお、ここからの景色も素晴らしいです。太陽の柔らかい光に照らされた山並みがすごく綺麗で、さっきとはまた違った美しさがありますね。左にはさっきロープウェイからも見えた切り立った岩、屏風岩があります。屏風岩は川の急流によって長い年月をかけて形成されたのでした。奥には関東平野が広がっており、手前の平地にはダイヤ川に沿って日光の市街地が形成されています。何よりこのゴツゴツした山並みに引きつけられます。そして手前に行くにつれて標高が高くなり、葉っぱの色も緑から黄色へ変わっていきます。さらに右手の奥には筑波山も見えます。筑波山はここから100キロくらい離れてるんですが、ここからも見えるなんてすごいですよね。華厳の滝方面も市街地方面も息を飲むほど綺麗で、本当にここに来てよかったと思いました。ということで、またロープウェイに乗って下ります。展望台の後にロープウェイに乗ると、展望台からしか見えない景色もあれば、ロープウェイからしか見えない景色もあると実感しました。特にこの屏風岩はロープウェイからの方が独特な地形がわかりやすく、迫力がありますよね。さらに男体山から屏風岩にかけて絨毯のように広がる紅葉を見られるのもロープウェイだからこそです。明智平からはまたバスに乗っていろは坂の続きの道路を通って華厳の滝に行きたいと思います。9時過ぎのバスに乗りましたが、渋滞はなくスムーズに走行しています。そして中禅寺温泉というバス停に着きました。ここから5分歩いて華厳の滝に向かいます。日光には滝が何十個もあるんですが、中でも華厳の滝はそれらを代表する一番有名な滝です。和歌山の那智の滝、茨城の袋田の滝とともに日本の三大名瀑とも呼ばれています。しばらく歩いていると滝の音が聞こえてきました。さっきは遠くの展望台から眺めましたが、近くで見るとどんな感じなんでしょうね。そしてこちらが無料展望台です。有料観瀑台というところもあるんですが、それは後で行きたいと思います。展望台から下を見ると勢いよく流れる華厳の滝が見えました。ここからだと少し上から見下ろす感じになりますね。華厳の滝のすごいところは、高さ97メートルの崖をほぼ一気に落下するという壮大さです。97メートルというとビルの24階くらいに相当します。なので結構な高さなんですけど、ここからだと高さを実感しづらいので、今度は下にある有料観瀑台から見たいと思います。あちらがさっきいた無料展望台で、有料観瀑台へはこちらの建物から行けます。ここでチケットを買ってエレベーターで100メートル下ります。エレベーターは往復600円です。そしてエレベーターから下りました。長い通路を歩いていきます。右側は帰りのエレベーターを待つ人の長い列ができています。そして観瀑台に到着です。おー、すごい迫力ですね。ここからだと97メートルの高さをさっきよりも実感できます。滝の音もさっきより大きく聞こえます。水しぶきが激しく弾ける様子も迫力がありますよね。さらに右の方に目を向けると、崖の荒々しさにも圧倒されます。上から見るのも良かったですが、やっぱりここに来てこそ華厳の滝の真の迫力を体感できると思います。ちなみに明智平でも話しましたが、華厳の滝は中禅寺湖から来た水が流れています。その水は華厳の滝を過ぎるとダイヤ川として流れるんでしたね。そしてエレベーターを登って地上に戻りました。華厳の滝の近くにはいくつか飲食店があります。今回はこちらのつみっこというお店で水豚を食べたいと思います。こちらが水豚で1杯500円でした。すごい具沢山で野菜もきのこもたっぷり入っています。水豚にはスープの味が染みていて、温かくてすごく優しい味がします。観瀑台は少し寒かったので、こういう温かいものが食べられるのはありがたいです。
さらにつみっこの隣で魚の塩焼きも売っていたので、つい食べたくなって買ってみました。こちらの魚はおそらくイワナで1本700円です。焼きたての香ばしい香りとパリッとした皮、ふっくらと柔らかい魚の身が口の中に広がります。程よい塩加減が魚の旨味を引き立てていて、シンプルながらも奥深い味でした。次は中禅寺温泉からバスに乗って半月山展望台という日光有数の絶景スポットに行きたいと思います。半月山展望台では標高1720メートルの場所から男体山や中禅寺湖、さらに八丁出島という湖に突き出た半島を一望できます。展望台がある半月山には途中までバスで登れて、バスから降りた後は30分ほど歩くと展望台に行けます。バスはしばらく中禅寺湖沿いを走っていきます。中禅寺湖は今朝明智平からも見ましたが、近くで見るのはこれが初めてです。近くで見るとこんなに大きいんだと実感します。そしてここから標高が上がっていきます。今走っているのは中禅寺湖スカイラインという道路で、日本の名道50選にも選ばれた絶景が楽しめる道路です。窓からは中禅寺湖と山々が見え、とても綺麗です。この道路もいろは坂ほどではありませんが、カーブが多いのでバスがたくさん揺れます。それで今気づいたんですけど、日光のバスのつり革はベルトが V 字になっていて、前後の揺れに強く作られているんですよね。半月山までの道はよく揺れるので、このつり革はありがたいです。窓の外には絶景が広がっています。今回はバスで来ましたが、車でドライブするのも気持ちよさそうです。そして半月山に到着です。バスで降りた駐車場から展望台まではこちらの山道を歩いて登る必要があります。ですがその前に駐車場からの景色を見ておきましょう。わあ、なんという絶景でしょう。まさか展望台に登らずともこんな絶景が見られるとは思っていませんでした。まるで絵画のような現実離れした景色です。あまりに綺麗すぎて自分は今夢でも見てるんじゃないかと思えてきます。ここは展望できるスペースが広いので、いろんな角度から景色を楽しめます。人もそこまで多くないので、自分のペースで心ゆくまで景色を堪能できます。ここからの景色も素晴らしいですね。まだ展望台には行ってませんが、この景色を見られただけでもここに来てよかったと思います。ちなみに今見えているのは栃木県日光市の足尾というところです。足尾といえば足尾銅山で有名ですが、一時期は山火事や公害で草木がなくなり荒れ果てていたそうです。しかし今では復旧事業のおかげで森林がよみがえりつつあります。なので今の素晴らしい景色が見られるのは復旧事業に携わった方々の絶え間ない努力のおかげなんですよね。今では山々が紅葉でカラフルに彩られていて、秋ならではの美しさがたっぷり感じられました。そして今から30分かけて半月山に登っていきます。正直大したことないだろうと思っていたんですが、ここから見ると傾斜がかなり急で思ったより大変そうだと思いました。足元にも大きな石がたくさんあり、序盤から結構大変です。今登り始めて5分くらいなんですが、振り返ると少し怖くなるくらい傾斜を感じます。でも登山はまだ始まったばかりなので、弱音を吐いている場合じゃないですね。ここからは無心でひたすら登り続けます。だいぶ息が上がっていますが、途中振り返ると景色が変わってきて、少しずつ展望台に近づいているんだなと実感します。登山って大変ですけど、そういう小さい達成感があるので頑張れますよね。登り始めて10分経ちました。ここら辺は人も少なくて、熊でも出てきそうな雰囲気です。まだ途中ですが、この急斜面見てください。
山道は急斜面なだけでなく幅が1人分しかないところも多いので、行き交う人と譲り合いながら登る必要があります。すごい急斜面を登ってきてます。あちらが駐車場ですね。いやーすごい。道はまだ続きます。さらに凸凹で険しい道を歩いていきます。今登り始めて15分くらいなんですが、体感はその倍以上歩いている気がします。正直まだ展望台に着かないのかと何度も思いましたが、絶景のために頑張って登り続けます。しばらく歩いていると景色がだいぶ変わってきました。展望台まであと少しです。そしてようやく展望台が見えました。一体どんな景色が待ってるんだろうとワクワクしながら登ります。展望台は標高1720メートルです。中禅寺湖方面は人がかなり多いので、まずは空いている足尾方面の景色を見ようと思います。こっちは駐車場から見た方がずっと綺麗ですね。そして中禅寺湖方面が空いたので見てみましょう。こちらが多くの人から愛されてきた中禅寺湖の代表的な景色です。広大な中禅寺湖が穏やかに広がり、その奥には堂々とそびえる男体山が見えます。中禅寺湖と男体山は明智平からも見ましたが、見え方が全く違いますよね。手前に見える湖に突き出している半島は八丁出島と言います。この紅葉に彩られた八丁出島を上から見下ろせるのが半月山展望台の最大の特徴です。その左には上野島という小さな島があります。上野島には日光の開祖勝道上人のお墓があります。ここから見るとすごく小さいですよね。さらに男体山の左には戦場ヶ原が広がっています。明日の私はあそこでハイキングしている予定です。ちなみに男体山の右にはその妻とされる女峰山、男体山の左にはその子供とされる太郎山があるそうです。なのでここから火山一家を見渡せるみたいなんですが、山がありすぎてどれがどの山なのか正直よくわかりませんでした。でも男体山の背後に広がる日光連山も壮大で美しいですよね。展望台からの景色を楽しんだところで今から下山します。傾斜が急な分、下りは上り以上に気をつけないといけません。個人的に上りの3倍くらい下りの方が怖かったです。ビビりまくりながら一歩一歩着実に下っていきます。それでも下りの方が景色はよく見えるので綺麗ですね。自分が大自然の中にいるんだと実感します。しばらくすると駐車場が見えてきました。まるで駐車場が天空に浮かんでいるように見えます。ここから滑って駐車場に行けそうなくらい急ですよね。そしてやっと下り終えました。ここまで長かったです。登る前に見た山の景色が相変わらず綺麗で、お帰りと言ってくれているようです。そして帰りのバスを待ちます。バスを待ちながら、私はさっきまであの山を登っていたのかと感慨深くなりました。そしてバスに乗って中禅寺湖スカイラインを下っていきます。実は中禅寺湖スカイラインの途中には中禅寺湖展望台というのもあります。ここでも男体山と中禅寺湖を見渡せるそうなんですが、八丁出島は見えないみたいです。でも半月山のように登山する必要はないので、登山したくない方はこちらの方がいいかもしれません。さて次は中禅寺湖を間近で眺められる美しい建物に行きたいと思います。ということでバスから降りました。今から向かうのはイタリア大使館別荘記念公園というところです。こちらに見えるのが中禅寺湖で、ここから中禅寺湖沿いの遊歩道を歩いていきます。この遊歩道も自然にあふれていて、歩いていて気持ちがいいです。そしてイタリア大使館別荘記念公園に着きました。こちらはイタリアの外交官とその家族が使っていた別荘です。1928年から1997年まで使われていました。
実は中禅寺湖周辺は明治時代に避暑地として国際的に注目され、多くの外国人の別荘が建てられました。最盛期には40を超える別荘が建てられ、今でも4カ国の大使館の別荘が中禅寺湖のほとりに立っています。そしてこちらがそのうちの一つです。一般公開されているので見てみましょう。1階には食堂、リビング、書斎があります。仕切りがないので開放感がありますよね。綺麗で温かみがあり、すごく素敵な空間です。この建築を設計したのはチェコ人のアントニン・レイモンドさんという方で、すごくこだわりを持って作られたそうです。例えばこの家は至る所に杉の皮が張り巡らされています。壁だけでなく天井も全部杉の皮でできてるんですよね。さらにこちらの石で覆われているのが暖炉です。こちらも自然な雰囲気が感じられて素敵ですよね。洋風のインテリアが置かれつつも、木材の美しさを生かした日本らしさも感じられます。こんなに美しい和洋折衷があるのかと思いました。さらに杉の皮は空間ごとに違った模様で作られているのが面白いです。本当に細かいところまでこだわっているのがわかります。またこの別荘には広々とした縁側もあるので見てみましょう。こちらが縁側です。建物と自然が一体となるような作りになっていて、本当に美しいです。ここからは中禅寺湖を絶好のロケーションで眺められます。最高の空間ですね。さらに2階には寝室があって、ここからも中禅寺湖を眺めることができます。実はこの別荘、内装だけでなく外装も杉の皮でできています。どこを見てもきめ細やかで、一つ一つ丁寧に作られていることがわかります。単に中禅寺湖が眺められるだけでなく、こだわりの魅力がたっぷり詰まった本当に素敵な別荘でした。さて次は中禅寺湖の名前の由来になったお寺、中禅寺に行きたいと思います。イタリア大使館の別荘から中禅寺までは、中禅寺湖沿いを15分ほど歩けば行けます。今から行く中禅寺は日光を開いた勝道上人が建てたお寺です。勝道上人は中禅寺を建てる前、男体山の登頂に成功した時に今の中禅寺湖を発見しました。その2年後に今の中禅寺を建てたことから、この湖は中禅寺湖と呼ばれています。ということで中禅寺に着きました。中禅寺の最大の見どころはこちらの本堂にある立木観音です。中は撮影禁止なので写せないんですが、こちらの写真に写っているのが立木観音です。立木観音は日光で最も古い仏像で、日光の開祖勝道上人によって彫られました。木が立っている状態で彫られたことが名前の由来になっています。高さは6メートルもあってかなり大きかったです。ちなみに立木観音は津波で中禅寺湖に流されたことがありました。しかしなんと無傷のまま浮き上がり引き上げられたそうです。なので立木観音は津波を乗り越えた奇跡の観音像とも言えるわけなんです。さらに本堂からはこちらの通路と階段を通って上に見える五大堂という建物に行けます。五大堂からは絶景が見られるそうなので行ってみましょう。本堂の奥の階段を登って五大堂まで来ました。ここからは手前にあるお寺の屋根越しに中禅寺湖や男体山を見ることができます。他の展望台とはまた違った中禅寺ならではの景色で、とても風情がありますね。ちなみに中禅寺には加山雄三さんの君といつまでもの歌碑があります。中禅寺は加山雄三さん主演のエレキの若大将という映画のロケ地だったそうです。その主題歌が君といつまでもだったので記念に建てられたみたいです。さて次は中禅寺湖に来たら外せない遊覧船に乗りたいと思います。遊覧船は中禅寺湖を1周55分かけて周遊します。乗り場は全部で4つあって、今回は立木観音から勝負ヶ浜というところまで行きたいと思います。
こちらが乗り場なんですが、修学旅行の小学生がたくさんいて、全員乗り切るかなと心配になってきました。これが最終便なので何としても乗りたいところです。ちなみに今回乗る遊覧船は背後に見える男体山にちなんで男体号と言います。客室は1階と2階があり、屋上には展望デッキがあります。定員は450人だそうで、大人数でも問題なく乗れました。まずは1階からの景色を見てみましょう。いい景色ですね。船がゆっくりと動き出します。今いる中禅寺湖は約2万年前に男体山の噴火によって生まれたのでした。ここからはそんな男体山と中禅寺湖両方の壮大さが感じられます。中禅寺湖の一周は約25キロで、水面は海抜1269メートルです。人工でない大きな湖の中では日本一の高さを誇ります。遊覧船は今男体山に近づいていて、次はあちらの船の駅で止まります。ここで階段を下って屋上の展望デッキに行ってみます。展望デッキには案の定修学旅行生がたくさんいます。船では体験したことないようなすごい人口密度です。でも屋根がない分、ここからの景色は格別です。紅葉に彩られた男体山や太陽に照らされた中禅寺湖、そしてそれを囲う山々を大きな青空の真下で見られるのは最高です。そして遊覧船は船の駅に到着しました。船の駅は華厳の滝に近くて、中禅寺湖の水はあちらの橋を通って華厳の滝へ流れます。船が止まっている間、2階の客室を見てみます。広々としていて綺麗で、内装は畳をモチーフとした和風のデザインになっています。1階はまた違う雰囲気で、赤と黒を基調とした日本建築を思わせるデザインになっています。そしてまた船が動き出しました。しばらくは2階から景色を眺めることにします。ここは屋上と比べて人が少ない分、落ち着いて景色を楽しめます。男体山が近くに迫ってきました。すごく綺麗な形ですよね。ここからは山を覆っている色とりどりの木々がしっかりと見えます。男体山のふもとには男体山の神様が祀られた二良山神社中宮寺があります。中宮寺は男体山の登山口ともなる場所です。日光の二良山神社は他にも、昨日行った東照宮の近くにある本社と男体山の山頂にある奥宮があります。中宮寺は本社と奥宮の中間の祠という意味で中宮寺と呼ばれています。そしてしばらく遊覧船は男体山に沿って進んでいきます。今日は明智平や半月山などいろんな場所で男体山を見てきましたが、どれも違う美しさがありました。中でも中禅寺湖から見上げる男体山は圧倒的な迫力があります。湖のほとりに並ぶ木々も紅葉が鮮やかに色づいていて、とても綺麗です。赤、黄色、緑といろんな色があるのがいいですね。中禅寺湖を囲う男体山以外の山々の景色も素晴らしいです。男体山は見る場所によって様々な表情を見せます。さっきまでてっぺんが尖った二等辺三角形のような形でしたが、ここから見ると台形のように見えます。さらにここからはかなり深い V 字の谷が見えますね。男体山の深い谷は薙刀でえぐったように見えることから薙と呼ばれています。なんと深さが100メートルに及ぶ箇所もあるそうです。そんな荒々しい男体山ですが、今から1200年前、勝道上人が登頂したと考えると本当にすごいなと思いました。そして景色に見とれていると、あっという間に勝負ヶ浜に着きました。今回はここで降ります。ここからは少し歩いてバス停まで向かいます。こちらがバス停ですね。ここからはバスで湯本温泉の旅館に行きたいと思います。
湯本温泉は奥日光の中でも奥の方にあり、戦場ヶ原や湯の湖を通っていきます。今見えているのが戦場ヶ原です。今日半月山からも見えましたね。ちょうど今太陽が沈むところで景色が綺麗です。戦場ヶ原は明日ハイキングします。戦場ヶ原を抜けてしばらくすると湯の湖という湖も見えました。運転手の方がここが一番綺麗に見えるところですと言ってバスでちょっとだけ止まってくれました。鏡のような綺麗な湖ですね。湯の湖周辺も明日ハイキングします。そして湯の湖の最北端に到着したところでバスから降ります。湯本温泉に到着です。標高は1481メートルということで結構寒いです。ここから旅館まで歩いていきます。今いる湯の湖の北側が湯本温泉のエリアになっていて、この周辺は温泉旅館がたくさんあります。湯本温泉は日本で4番目に硫黄が濃いと言われていて、歩いているだけで硫黄の香りがプンプンします。湯本温泉の水は美肌効果に優れていて、糖尿病や神経痛、筋肉痛、皮膚炎など様々な症状に効果があるそうです。ちなみに湯本温泉も日光を開いた勝道上人が見つけたそうで、それ以来1200年以上の歴史があります。なので結構歴史ある温泉地なんですよね。そして旅館に着きました。こちらが今回泊まる日光湯本温泉湯守釜屋です。開業は明治元年、つまり1868年ということで長い歴史のある旅館です。ちなみに名前にある湯守とは温泉を管理する仕事のことです。この旅館は240年以上にわたり湯本温泉を管理してきたのだそうです。ロビーはすごく広々としています。客室はこんな感じです。広々としていて素敵なお部屋ですね。こちらの和室10畳もあって定員は5名です。今回は1人で泊まるのでだいぶ広く使えそうです。さらにこちらには大きな窓があって窓際で座れるようになっています。これはゆったりくつろげそうです。洗面所も日本らしい雰囲気です。今回は夕食だけつけて税込み 19,250 円でした。ということで夕食会場に向かいます。今回の夕食がこちらです。くるみ豆腐や鶏肉、お芋といった前菜や本マグロ、カンパチ、イカのお造り、蒸しアワビや蒸しズワイガニ、そして黒毛和牛の陶板焼きもあります。とても豪華ですね。しかも飲み物がビールやワインといったお酒込みで90分飲み放題なんですよね。すごい贅沢です。ということでビールを注いできました。今日は登山したりしていっぱい歩いたのでビールが体に染みます。そしてまずは黒毛和牛の陶板焼きをいただきます。お肉は柔らかくてジューシーでめちゃくちゃ美味しいです。続いてお造りは本マグロが口に入れた瞬間とろけて脂の上品な甘みが感じられました。蒸しアワビや柔らかくも弾力があります。おろしポン酢と一緒に食べたんですけど、それともよく合っていました。蒸しズワイガニはこの旅館特製のカニ酢につけて食べます。カニそのものも身が詰まっていて美味しいですし、カニ酢と合わせることでカニの旨味が引き立てられて贅沢な味がしました。さらに次は炊き込みご飯と赤だしをいただきます。炊き込みご飯はふっくらと炊き上がったお米に具材の旨味が染み込んでいます。赤だしはコクがあって炊き込みご飯と一緒に食べるのがまた美味しいです。最後はデザートに日光はちみつプリンをいただきます。上にはコーヒーが香るカラメルソースがかかっています。このプリンびっくりするくらいトロトロで濃厚です。カラメルソースのほろ苦さがあることで大人っぽく上品な味になっています。夕飯を食べたところでこれから星を見に行きたいと思います。奥日光は星空が綺麗なことで有名なんですよね。奥日光は結構都心から離れてるっていうのと、あと標高が高いので星空に近いですし、大気も薄いので星がよく見えるんだそうです。今結構旅館が多くて光が多い場所にいるんですけど、
もっと光の少ないところに行ってみたいと思います。ここら辺だいぶ暗くなってきました。奥日光の中でも星空が綺麗で有名なのが戦場ヶ原の、お、鹿だ。めっちゃ鹿がいるんですけど、こんな普通にいるもんなの？わっ、こっち見てる。ちょっとまさかこんなところで唐突に鹿と出会うと思ってなかったので、めっちゃびっくりしました。ここより奥はなんか動物がいそうで怖い気がしてきました。ちょっと鹿ならまだいいですけどね、暗闇の中でなんかもしクマとかに襲われたらすごい恐ろしいんで、ちょっと怖くなってきたのでやめときます。これ以上奥に行くのは。ということでですね、ここら辺も割と光はあるといえばあるんですが、それでも都会とかに比べると暗いのでね、ここら辺で星を見ますか。めっちゃ見える。ちょっとカメラには全然映んないんですけど、都心の5倍以上は見える気がします。それでも近くに明かりがついてる建物とか木々もあるのでね、プラネタリウム並みにはさすがに見えないんですけど、それでも数えるのが難しいくらいいっぱい星が見えます。すごい。はい、ということでね、カメラには収められませんでしたが、心のカメラにはしっかりと奥日光の星空を収めました。星空を見た後は旅館に戻って温泉に入りました。館内には大浴場と露天風呂があって、すべての浴槽のお湯が源泉かけ流しとなっています。乳白色で結構硫黄の香りが強かったです。美肌効果がある成分が通常の2倍含まれているそうで、湯上がり後はお肌がスベスベになりました。そして3日目の朝を迎えました。今日は日光旅行最終日です。今日はハイキングをしたいと思うんですが、その前に今から湯本温泉の源泉を見に行きたいと思います。源泉はこちらの建物の裏側、旅館から徒歩わずか3分のところにあるので行ってみましょう。こちらが源泉です。湯煙があちこちから出ていて硫黄の香りがします。湯本温泉はお湯の量が豊富で、なんと毎分1700リットル以上の温泉が湧き出ているそうです。ちなみに一般家庭の浴槽には約200リットルの水が入ります。つまりここでは1分あたり一般家庭の浴槽 8.5 個分の水が絶え間なく湧き出ているわけなんですね。すごい量です。ここでは散策しやすいように木道が整備されているので、奥まで歩いてみてみます。源泉をこんな間近で見られる機会はなかなかないのでありがたいですね。それぞれの源泉には小屋が設けられています。これによって湯本温泉の旅館やここから8キロ離れた中禅寺温泉などにお湯が届けられています。ただこの小屋には硫黄の匂いの原因となっている硫化水素ガスが溜まっているので、あまり顔を近づけてはいけないみたいです。ここでは温泉の成分がたまりに溜まっています。温泉の成分がいかに濃いかがわかりますね。地面を見ると水たまりがたくさんできていて、温泉がポコポコと湧き出ているのが見えます。触ってみると暖かかったです。他にも凍っているわけではないのに真っ白な膜ができていたり、プランクトンのせいか鮮やかな緑色になっているところもあります。成分の豊かさを視覚的に楽しめるのも面白いですね。小屋から湯気が立ち上る風景も幻想的です。背後には紅葉で彩られた山々があり、自然と人間の営みが調和した風情が感じられます。ちなみに源泉のすぐ近くには湯の平湿原があります。
ここはもともと湯の湖の一部だった場所で、猿や鹿など多くの動物が訪れるそうです。そして湯の平湿原を抜けると温泉寺というお寺があります。温泉寺は全国でも非常に珍しい温泉に入れるお寺です。ちなみに湯本温泉には他にも温泉神社というのもあります。温泉っていう名前がそのまま付けられているのが面白いですよね。いかに温泉が地域の文化や信仰に根付いているかがわかります。源泉を見た後はハイキングをしに湯の湖の近くまで来ました。今いるのは昨日バスから降りた場所です。ここでハイキングコースを紹介します。今湯の湖の北側にいるんですが、まずここから湯の湖の東側を歩いていきます。その後は川沿いを歩いて千丈ヶ原を通り、最終的には竜頭の滝まで行きたいと思います。ちなみに湯の湖を越えたあたりから竜頭の滝までのコースは千丈ヶ原自然研究路と呼ばれています。奥日光で定番のハイキングコースですね。現在地から竜頭の滝までは 7.6 キロあるので、今日はひたすら歩きたいと思います。ということで、ここからハイキングスタートです。こちらは湯の湖の岸辺なんですけど、なんとここでも湯気が立っています。実はここからも温泉が湧き出ていて、その湧き水が湯の湖の水の一部となっています。なのでここでも硫黄の強い香りがして、その成分によって水の色も白く濁っています。湯の湖は冬になると凍結しますが、この辺りだけは水温が高いため凍らず、多くの水鳥が集まるそうです。そして見てください。ここでは湯の湖の素晴らしい絶景が広がっています。山々と紅葉、青空がとても鮮やかですよね。湯の湖の穏やかな水面に鏡のようにくっきりと映っています。ここは人が少ないので、こんな絶景を独り占めしちゃっていいのという感じです。あまりの美しさにしばらく立ち尽くしてしまいました。湯の湖の周りには遊歩道が整備されているので、ここからしばらくは遊歩道を歩いていきます。今回は半周しかしませんが、湯の湖は1周約3キロで、湯の湖1周コースというハイキングコースもあります。平坦な道が多いので結構歩きやすいです。湯の湖は山に囲まれていて、人の手が加えられていない多種多様な木々があります。自然を満喫するにはぴったりの場所ですね。基本的には木々の間を歩いていく感じなんですが、ところどころで神秘的な景色が垣間見えたりします。ちなみに中禅寺湖は男体山の噴火でできましたが、湯の湖は三岳という山が噴火してできました。三岳が噴火して、この後見る湯川の水がせき止められてできています。しばらく歩くとまた絶景ポイントがあります。ここでも山と青空が湖にきれいに反射しています。この穏やかで美しい湯の湖を眺めていると、日常の喧騒を忘れられて本当に心が安らぎますね。そして湯の湖の最南端まで来ました。こちらには橋があるんですけど、湯の湖の水はこの橋を境に湯川として流れていきます。ということで、ここからは湯川に沿って歩いていきます。すると、なんとここからは滝になっています。湖が川となり、そして滝に変わる様子をこんな間近で見られるのは面白いですよね。今日見た湖は湯の湖、川は湯川という名前でしたが、この滝の名前は湯滝と言います。ここら辺の地名はとにかく湯という文字がついてるんですよね。湯滝は三岳の溶岩でできた高さ70メートルの急斜面を勢いよく流れます。ここからだと急斜面がリアルに感じられますよね。迫力がすごいです。そしてここでは滝に沿って遊歩道があって、遊歩道を歩くといろんな高さから滝を眺められます。この遊歩道がハイキングコースにもなっているので進んでいきます。ここら辺は紅葉がたくさんあって綺麗なんですが、階段がかなり下まで続いています。下りなので良かったですが、ハイキングコースを逆の順路で行ってたらかなり大変だったと思います。滝が長い分階段もすごい長くて、降りても降りてもまだ階段があるという感じでした。
階段を降りるたび滝の音が大きくなり、迫力も増していきます。そしてやっと階段の終点に着きました。階段を下りきったところには滝を眺められる展望台があります。おー、これはすごい。迫力満点ですね。実は湯滝は昨日見た華厳の滝、さらにこの後見る龍頭の滝と並んで奥日光三名瀑の一つとされてるんですよね。奥日光で何十個も滝がある中の3つに選ばれているだけあってかなり立派です。湯滝は斜面が緩やかで幅も広いので水がまるでシルクのように広がっています。水がほぼ垂直に落ちる華厳の滝とはまた違った美しさがありますね。湯の湖から流れてきた湯滝の水はここからまた湯川として流れていきます。この先では小滝という滝につながっているので次は小滝を目指して歩きます。ここからしばらくは森の中の道が続きます。湯滝から離れた途端急に人がいなくなってこの道で合ってるかなと不安になってきました。それで地図を確認したところ私は遠回りの道に来てしまったようです。湯滝から小滝まで本来は10分で行けるところを20分かけて行く道を進んでしまいました。湯滝からはもう結構離れたんですけど、それでもまだ滝の音が聞こえます。さらに湯川のせせらぎも聞こえてきました。ここでは湯滝とは比べ物にならないほど穏やかに水が流れています。そして人気も建物もない完全な森の中を歩いていきます。ここら辺は熊の生息地だそうです。今周りに人がいなくてちょっと怖いので、ここからは100均で買っておいた鈴をつけて歩きます。なのでここからは鈴の音が入ると思いますがご了承ください。しばらく歩いているとやっと小滝が見えました。遠回りしたので結構長く感じました。そしてこちらが小滝です。めちゃくちゃ小さいですよね。小滝という名前がついているとはいえ想像以上に小さくてびっくりしました。落差はわずか5メートル。今まで見てきた華厳の滝や湯滝の10何倍も小さいです。可愛らしいサイズ感ですね。迫力はあまりありませんが、森の中でひっそりと流れ落ちる控えめな感じがいいなと思いました。湯滝から続く小滝の水はこの後また湯川となります。湯川はこの先千丈ヶ原や龍頭の滝を通って最終的には中禅寺湖に流れます。そしてここからはまた人気のない森の中をひたすら歩きます。途中間違えて別のハイキングコースに進んでしまって引き返したりして結構歩きました。ここら辺は歩いても景色があまり変わらないのでスマホの地図をこまめに確認しないと自分がどこにいるかわからなくなってしまいます。しばらく歩くと泉宿池という池に着きました。泉宿池は湧き水でできていて、こちらの右奥から水が湧き出ています。枯れ木や倒木がいくつかあって自然の荒々しさが感じられます。そしてようやく千丈ヶ原に入っていきます。千丈ヶ原に入ると左手に男体山が見えます。一瞬男体山ってこんな形だったっけと思ったんですが、見る角度によって形が全然違うんですね。ここで今更ながら千丈ヶ原とは何なのかという話をしたいと思います。千丈ヶ原とは日光の湿原、つまり湿気が多い草原のことを言います。湿原は生態系に重要な役割を果たしていて、水鳥など普通の土地では生きられない多様な生物が生息します。中でも千丈ヶ原は国際的に重要な湿地とされていて、ラムサール条約という湿地の生態系を守るための条約にも登録されています。地面には木道が整備されていますが、これは人が歩きやすいようにするだけでなく、湿原の植物を守る役割もあるんです。そんな千丈ヶ原では多様な植物や野鳥が見られるので、自然が好きな人にはすごくいい場所だと思います。千丈ヶ原で面白いのがあちこちに倒木があることです。倒木に苔が生えるのには10年から20年かかるそうなので、これはそこそこ古い倒木だと思います。
戦場ヶ原は地面が湿っているので木の根っこが不安定な状態になるんですよね。なので台風とかがあると高い木は根こそぎ倒れやすいです。こちらも完全に苔に覆われていますね。そんな倒木があちこちで放置されているので、なんだかすごい荒々しさを感じます。実は倒木が放置されているのは面倒だからではなく、ちゃんとした理由があります。それは倒木が養分となり、新しい木が育ちやすいようにするためです。言い換えると、木の世代交代をしやすくしています。なんと倒木を養分として新しい木が生え、その木が成長するまでには300年もかかるそうです。すごい長いですよね。ここではそんな長い年月をかけて、いくつもの木々が静かに生まれ変わっているわけなんです。そう考えると壮大な自然の神秘を感じますよね。そしてさらに進んでいくと、また湯川が見えました。こちらに青木橋という橋があって、ここでは湯川を橋の上から見ることができます。この橋は手すりがないのでちょっと怖いですが、木でシンプルに作られているのが景観によく馴染んでいますね。そしてここからは海底に生えている植物がたくさん見えます。しかも1種類ではなく何種類もありそうです。川底の植物を見る機会ってなかなかないので、珍しい光景だなと思いました。自然豊かな戦場ヶ原ですが、川底の自然も豊かなんですね。青木橋を抜けると地面が緑色から茶色になり、草もみじが増えていきます。秋らしい眺めになってきました。木も徐々に少なくなり、視界が開けていきます。そして平原のエリアに入りました。この平原が戦場ヶ原の中心となるエリアです。ここには展望台があります。山が連なっているのがよく見えて、とても綺麗な景色です。この展望台には戦場ヶ原はどうしてできたという案内があります。これによると、戦場ヶ原ができる前はここに川が流れていたそうです。それで約2万年前の男体山の噴火で川がせき止められ、この場所に湖ができたそうです。なので中禅寺湖と同じタイミングでここに湖ができたわけですね。その後約1万年前にまた噴火して、その噴出物でここにできた湖が埋まったそうです。さらにそこに植物が生えるようになり、厳しい寒さのために枯れた後も完全に分解されず、水を含みやすい土壌が積み重なって今の湿原になったとのことです。なので戦場ヶ原もこちらに見える男体山によって生まれたわけです。中禅寺湖や華厳の滝も男体山によって生まれたと考えると、男体山の影響力ってすごいなと思います。さらに2万年もの年月をかけてこの湿原が生まれたと考えると、自然の壮大さを実感しますよね。そしてここからはさらに景色が変わり、秋ならではの絶景が広がっています。黄金色の草もみじが絨毯のように広がり、背後には山がいくつも連なっています。人工の建物は一つも見えません。動画だと聞こえませんが、鳥のさえずりも聞こえてきます。そんな中で自分は今大自然の中にいるんだな、ここに来て本当に良かったなとしみじみ思いました。こちらにも案内板があって、戦場ヶ原の地名の由来について書いてあります。昔、男体山の神と群馬の赤城山の神が中禅寺湖を手に入れるため、男体山は蛇、赤城山はムカデを引き連れてここで戦ったという伝説から、戦場ヶ原という名前が付けられたとありますね。領地争いは人間ではよくありますが、山の神様同士で争ったというのは面白いですよね。しかも蛇とムカデを引き連れて戦ったということで、その様子を想像するとちょっとゾッとします。さらに赤沼は戦いで血が溜まった沼、勝負ヶ浜は勝負を決める話し合いをした浜ということで名付けられたそうです。赤沼はこの後通ります。勝負ヶ浜は昨日私が遊覧船から降りた場所ですね。ちなみにこの戦いに勝利したのは男体山だそうです。戦場ヶ原は男体山によって生まれたので、戦わずとも男体山が所有すべきだと思いますけどね。
そしてここからはまた木が増えていきます。今まで進行方向の左側しか映していませんでしたが、右側にも素晴らしい自然が広がっています。黄金色や茶色のふさふさした草原と奥に見える木々と山々、それらすべてが調和して秋ならではの哀愁が漂っています。さらに進むと右側になんじゃこりゃっていう形の木を見つけました。これどういう状態って思ったんですけど、実はこちらも倒木で、このぐちゃぐちゃになっているのは木の根っこの部分です。多分その根っことそこから新しく生えた木がごちゃ混ぜになってこんな状態になってるんだと思います。すごい姿ですね。さらにこちらには得体の知れない巨大なものがあります。高さ2メートルの壁みたいになっていて、一瞬岩かと思ったんですけど、そうでもなさそうです。なんじゃこりゃと思いながら裏側を見ると、なんとこちらも倒木でした。しかも結構立派な木です。ものすごい荒々しさを感じます。あまりにしれっと倒れていて、突然こういう光景に出くわしたのでびっくりしちゃいました。そして戦場ヶ原も終わりに近づいてきました。最後にこちらにも展望台があります。これが戦場ヶ原で見られる最後の平原の景色となります。戦場ヶ原は景色が綺麗なだけでなく、多様な生物の宝庫でもあります。なので環境問題に負けず、これからもたくさんの生物に愛される場所であってほしいですね。ここからは男体山が今日で一番よく見えました。そして戦場ヶ原の終点、赤沼に到着しました。さっきまでずっと大自然の中にいたので、道路や建物を見ると久しぶりに日常に戻った気分です。さっきもお話ししましたが、赤沼は男体山と赤城山の戦いの時、血で赤く染まった沼と言われている場所です。さて、ハイキングも終盤に差し掛かりました。ここからはいよいよハイキングコースの終点、竜頭の滝に向かいます。今右側に湯川が流れてるんですが、この湯川が竜頭の滝に続いています。戦場ヶ原を抜けると遊歩道がなくなり、草が私の肩の高さまで生い茂っています。いつ動物が出てきてもおかしくないような野生の雰囲気です。しばらく進むと奥にフェンスがあることに気づきました。まさかのここで行き止まりと思って焦りました。しかも左右を見ても柵に囲まれています。地図を見てもこれ以外の道はなさそうです。こんな森の中で迷ってしまったとしばらく立ち尽くしてしまいました。ただこのフェンスよく見たら扉になっていて、押すという文字が書いてありました。今改めて見たら扉に見えるんですけど、最初見た時はなぜか立ち入り禁止のフェンスにしか見えなかったんですよね。でもこれは鹿の侵入を防止するためのフェンスでした。私のように勘違いする人は少ないかもしれませんが、焦った時こそ先入観に惑わされず、目の前のものを冷静に観察することが大切ですね。そしてしばらく歩いていると滝の音が聞こえてきました。右奥に見える橋は竜頭の橋といって、湯川はあの橋を越えると竜頭の滝となります。なので橋の上からは滝の上流が見えます。ちなみに竜頭の滝は華厳の滝、湯滝とともに奥日光三名瀑の一つです。なので竜頭の滝を見れば、今回の旅行で奥日光三名瀑は全て見れたことになります。さあ、橋の上から竜頭の滝を見てみましょう。なんだか独特な風景ですね。ゴツゴツした黒い岩の上で水面が白く泡立っています。実はこの岩は男体山が噴火した時に流れ出た溶岩です。先ほど戦場ヶ原はもともと湖だったと話しましたが、戦場ヶ原を埋め尽くした溶岩がここまで流れ出たわけなんです。また奥には中禅寺湖も見えます。今日のハイキングの出発点、湯の湖から湯滝、湯川を通ってきた竜頭の滝の水はこの後中禅寺湖に流れていきます。竜頭の滝も湯滝と同じように滝に沿って遊歩道があるので、これから遊歩道を下っていきます。
こっちの方は紅葉はほとんど終わっていますが、紅葉の名残が少し感じられますね。まだ中流ですが、遊歩道の途中に展望台のような場所があります。ここからも見てみましょう。おー、中流も見応えがありますね。自然が作り出した階段状の岩肌が印象的です。男体山の溶岩の黒くてゴツゴツした感じが迫力ありますよね。竜頭の滝は幅が10メートル、全長は210メートルもあるので、滝としてはかなり長く緩やかに流れていきます。ここからさらに遊歩道を下っていきます。下流を見るには竜頭の茶屋というお店の通路を通る必要があります。そして通路を抜けると見えました。こちらが下流です。竜頭の滝といえばここからの景色が代表的ですね。ここでは滝が大きな岩で2つに分かれていて、その様子が竜の頭に似ていることから竜頭の滝と呼ばれています。さっきまで1つの幅広い滝だったのが2つの細い滝に分かれ、最後にまた合流しているのが独特ですよね。中流を見ただけでは想像もつかない景色です。この旅行では華厳の滝と湯滝も見ましたが、同じ日光の滝でもそれぞれ景観が全く違うのが面白いなと思いました。ということで無事湯の湖から 7.6 キロを歩き切りました。今日は朝から何も食べてなくて空腹がピークなので、竜頭の茶屋でご飯を食べたいと思います。竜頭の茶屋は滝を見ながらご飯を食べられるという人気のお店です。ただ今回は滝が見える席は全部埋まっていたので、別の席で食べることにします。人気店なだけあって行列ができています。メニューはお蕎麦、うどん、豚丼、お雑煮、唐揚げなど多岐にわたっていて、お汁粉やお団子といったスイーツもあります。中でもお雑煮が名物だそうです。それで本当はお雑煮を食べたかったんですが、時間がなかったのですぐに食べられそうなみたらし団子を注文しました。こちらはセムイ団子といってコシヒカリのお米で作られているそうです。手作り感があってもちもちした食感が美味しかったです。ということで奥日光の観光はこれで終わりです。これからはバスに乗って東武日光駅に戻ります。少し寂しいですが、昨日観光した中禅寺湖ともこれでお別れです。あと男体山も散々見てきましたが、ここで見るのが最後になります。そしてここからは下り専用の第一いろは坂を通ります。おー、早速すごい急カーブですね。山の景色の中を豪快に駆け抜けていく感じがたまりません。第一いろは坂はもともと奈良時代に開拓され、男体山や中禅寺への参拝者が通っていた道でした。なので昭和にできた第二いろは坂よりも1000年以上も歴史が長いんですよね。そのせいかカーブも第二いろは坂よりも激しいです。いろは坂を下るにつれて葉っぱの色も赤や黄色から緑色に変わっていきます。途中で見える山の景色がとても綺麗です。実は1871年までは女性や牛や馬がいろは坂を登ることは禁止されていました。今でもその名残として女性が男体山を拝んで引き返した女人堂という建物が残っています。こちらの赤い建物が女人堂です。見づらいですが男体山妖拝所という石柱が立っています。さらにいろは坂の終点は馬返しという地名になっています。この馬返しという地名にも馬が通れなかった名残が残っています。馬返しを過ぎると中禅寺湖から流れるダイヤ川が見えました。ダイヤ川は日光の社寺の入り口にある新京でも流れてるんでしたね。そして日光東武駅に到着です。駅に着いた後は駅弁やお土産を買ったり、1日目に食べた揚げ湯葉まんじゅうをまた食べたりしました。この揚げ湯葉まんじゅう美味しいので3つも食べてしまいました。1日目と合わせると4つですね。
そして東武日光駅からは超大人気の新型特急スペーシア X に乗って帰ります。スペーシア X は浅草から日光・鬼怒川方面を結ぶ列車で、内装が豪華なことで有名です。2023年7月に登場したばかりの新しい列車となっています。人気なので予約が難しかったんですけど、行きよりも帰りの方が予約しやすかったので帰りに乗ることにしました。スペーシア X はすごいところがたくさんあるんですけど、まずは外観を紹介します。車両の先端部分は丸みを帯びていて、かっこよくもあり親しみやすさも感じられますね。1号車の窓は六角形になっていますが、これは栃木県鹿沼市の伝統工芸組子をイメージして作られています。窓と窓の間にスペーシア X の X の文字が散りばめられているのも面白いです。さらにロゴも組子をイメージして作られ、光沢感のある陶器のような車体は日光東照宮の白塗りの建造物をイメージして作られています。スペーシア X はモダンで洗練されたデザインでありながら、実は随所に伝統的な要素が散りばめられているんですよね。スペーシア X を作った方たちの熱い思いが感じられます。さらにすごいのが、スペーシア X には座席が6種類もあるんです。座席の種類は公式サイトをご覧いただければと思うんですが、今回はその中で2番目に安いプレミアムシートを予約しました。それより高い座席は予約が埋まってたんですよね。ということで中に入っていきます。わー、すごい高級感。鮮やかで上品なオレンジ色が素敵です。そしてこちらが私の座席です。高級ソファーのような材質で、とても列車の座席とは思えません。座り心地はとてもいいです。座席の前後の間隔は 1.2 メートルもあるので、窮屈な感じが全くないんですよね。足も伸ばせて快適。さらに座席の後ろは硬いカバーで覆われていて、後部座席を気にすることなくリクライニングできます。どういうことかというと、リクライニングの時は座席が前にスライドするようになってるんですよね。なので後ろの人に気を使わなくていいですし、前の人がリクライニングしても自分の空間が狭くならずに済みます。私はいつも後ろの人に気を使うのが面倒でリクライニング機能を使わないので、この構造はすごくいいなと思いました。スペーシア X のすごいところはまだまだあります。なんと列車の中にはカフェがあるんです。プレミアムシートの場合はオンライン整理券を取得すればカフェのテイクアウトを利用できます。運よく整理券を取得できたので、今からそのカフェに行ってみます。カフェは1号車にあって、私の座席は2号車。中でも一番1号車に近い席なので移動がすごく楽です。そして1号車はこんな感じです。手前にカフェがあって、奥はコックピットラウンジという座席になっています。日光金谷ホテルや大使館の別荘をモチーフに作られたそうで、これも列車の中とは思えない気品あふれる空間です。あまりに素敵なので、いつかコックピットラウンジでスペーシア X に乗ってみたいと強く思いました。さっきは六角形の窓を外から見ましたが、中から見ると印象が全然違いますね。ここから見ても素敵です。そしてこちらのカフェでは、ここでしか味わえない沿線の魅力が詰まったメニューが揃っています。クラフトビールだけでも4種類あって、すごい充実度です。さらに日本酒や軽食、スイーツもあります。取り忘れてしまいましたが、ソフトドリンクはコーヒーやクラフトコーラ、ジュース、お味噌汁などがあります。今回飲み物は日光ラガーというクラフトビールを注文しました。上品な香りと爽やかな味わいがあって、とても飲みやすかったです。また軽食には朝のポークのジャーキーというものを注文しました。なんとカフェのメニューは食べ合わせも考えて開発されているそうです。公式サイトのおすすめの組み合わせの一つにビールとポークジャーキーがあったので注文してみました。こちらは栃木のブランド豚で作られています。味付けが程よく、豚肉そのものの旨味も感じられて、ビールとの相性も抜群でした。
そしてその後は東武日光駅で買った日光杉並木という駅弁をいただきました。風呂敷に包まれていて、お弁当箱は2段になっています。上段には日光湯葉、エビの素揚げ、かまぼこなどのおかずがあって、下段には鶏肉と椎茸が入った五目ご飯があります。ここで使われている鶏肉は栃木の名産一国野州鶏というブランドだそうで美味しかったです。そんな感じで食べたり飲んだりしていたら、あっという間に終点の浅草に着いてしまいました。綺麗で広々としていて本当に快適な列車でした。そして列車だけでなく浅草駅のホームも伝統的かつモダンな作りになっていて感動しました。ということで日光旅行はこれで終わりです。今回の旅行は日光の歴史や文化、雄大な自然、温泉での癒しなどを体験し、濃密な時間を過ごせました。この動画を通して日光が持つ多彩な魅力が少しでも伝われば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。